こんにちは、スノノモケマナです。今回は鉛筆を使ってイラストを完成させるまでのプロセスを解説していきます。僕は普段はプロの画家として活動をしています。この動画では鉛筆で上手にイラストを描き上げるまでのプロセスを実際にイラストを描きながらご紹介します。僕が実際にやっている合理的な方法になりますので、鉛筆で綺麗なイラストを描きたい人や鉛筆デッサンを勉強している方にも役立つ動画になります。ぜひ最後までご覧ください。まずはラフ画を描きましょう。ラフ画とはイラストの完成イメージを大まかに描いたものになります。鉛筆の場合、画用紙に直接描いてしまいがちですが、あまり描き直しをしすぎると紙の目が潰れてしまったり、鉛筆の色がムラのように残ってしまい綺麗な絵になりません。そのため必ず別の紙にラフ画を描いて完成のイメージを作りましょう。このラフ画では線画だけでなく実際に色もつけてみましょう。背景と人物との雰囲気を確かめるために色のバランスを見ながらモノクロのカラーラフを作ると、実際の紙に描くときに鉛筆でどこまで塗ればよいのか目安になります。ラフで完成のイメージが決まったら実際に描く画用紙に下書きを転写します。こちらのイラストではラフ画をデジタル上で描いたので、画用紙にプリンターで下書きを薄めに直接印刷しました。ラフ画をアナログで描いた場合や大きい紙やイラストボードなどに描くためにプリンターで直接印刷できない場合は、コピー用紙の裏側を 4B や 5B などの柔らかめの鉛筆で塗り込んだものをラフ画と画用紙の間に挟んで上からボールペンでなぞることで簡単に転写することができます。まずは下塗りをします。今回使用する画用紙は TMK ポスター紙になります。書き味が良くて鉛筆の相性も抜群でとても気に入っている紙です。4B または 3B など柔らかめの鉛筆を使って絵の中で一番色が強いところから順に色をつけていきます。鉛筆のタッチは手首のスナップを利かして左斜めに規則正しく動かすことで平行で綺麗なタッチを引くことができます。鉛筆の綺麗なタッチの付け方は前の動画の鉛筆で上手に描く5つのコツをご覧ください。こちらのイラストでは髪の毛と背景にまず色をつけていきます。ラフ画で確認しながら色味の強いところから順に塗っていくと絵の全体像の確認がしやすくとてもおすすめです。髪の毛に一通り色がついたらそれを基準に徐々に顔に色をつけていきます。イラストの場合は顔を立体的に描きすぎないようにしましょう。鼻や顎の下などの影をつけすぎると立体的に見えすぎて違和感があるため、顔に関しては陰影はあまり追わずに単色で塗ることをお勧めします。こちらのイラストでは背景や髪の毛の色のバランスを見ながらハイライトが生きるように H や 2H などの硬めの鉛筆を使ってやや淡いグレーに塗っています。細かい表情にはシャーペンを使うことをお勧めします。特に髪の毛や目のまつげなどはシャーペンを使うと繊細かつシャープに描くことができるので絵のクオリティが上がります。またイラストの輪郭線を強調する場合もシャーペンが描きやすいです。シャーペンは2本用意して B と 2B の2種類を使い分けると良いと思います。ここで背景を描き込んでいきます。暗い中に蝶が明るく舞う雰囲気を作るために B の硬さの鉛筆を使って塗り込んでいきます。ここでも鉛筆のタッチの方向が一定になるように気をつけながら人物と背景の際がきれいに出てくるように丁寧に描きましょう。背景はあまり柔らかい鉛筆を使うと浮き出てしまい奥行きが表現できないので硬めの鉛筆を使うことをお勧めします。筆圧をやや高めにしながら B から HB、H と徐々に硬めの鉛筆に変えつつ進めていきましょう。今回は背景を暗めに塗ることで髪飾りの明るさと対比ができてより絵の中で目立つポイントになってきました。
このように背景の色と人物の色のバランスを確かめながら濃淡をつけていくことで、奥行きが生まれると同時に絵の見栄えがさらに良くなります。顔の表情がつかめてきたら体を描き込んでいきます。黒い体服と白いマントのコントラストが強い色合いですが、マントの中の体の立体感を置くことでリアリティを出し、絵の説得力を出していきます。イラストの場合でも顔は立体感を抑えて描くのに対して体は立体的に描くことでより現実感が出て絵に迫力が生まれます。こちらは好みになりますので、もし立体的に描くのが好きでない場合は顔と同様にフラットに塗りながらマントや服のシワなどを描いていくと良いと思います。こちらのイラストでは背景がすでに暗めに塗ってあるため、白いマントもそれに合わせて暗めに塗り、絵の中の雰囲気が合うように調整をしています。ちなみに画面にある木の板は自作のワンチンで、板に消しゴムで段差をつけたものです。そこに手を置いて描くことで絵が擦れて汚れてしまうのを防いでくれます。この辺りでは鉛筆は HB から H をメインに使用しています。中盤以降は徐々に固めの鉛筆に変えていき、紙の目を潰しながら詰めて描いていくとより奥行きが出てきます。また鉛筆の粉がバサついているところは擦筆で軽く鳴らしたり、練りゴムで取り除いてから硬い鉛筆へ塗り直すことでより綺麗な色になり、絵のクオリティが上がります。制作も後半になり、全体の調整を行いながら仕上げていきます。顔や髪の毛、髪飾りなどの形の際に神経を注いで、先を尖らせた鉛筆やシャーペンなどでしっかりと描いていき、密度を上げていきます。この時では H から 3H を使い分けて細かい調整をしながら進めていきます。鉛筆は白黒だけで表現するため、ちょっとした濃淡の違いで質感や奥行きに変化が出てきます。色のメリハリがきちんと出ているか確認をしながら丁寧に調整をしましょう。また集中して描き進めていると、俗に言うゲシュタルト崩壊と言われる何がいいのかわからなくなることがあります。こういう時は一日絵を置いてからもう一度見返してみたり、スマホなどで写真を撮って他の絵と並べて見比べてみたりすると、客観的に絵の良し悪しを見ることができて、的確な仕上げをすることができます。また Photoshop やクリスタなどのトーンカーブを使って陰影のバランスを変えてみたり、デジタル上で色味を変えてみてシミュレーションをすることでアナログで描く時の失敗が減るので、デジタルをうまく活用することもとてもおすすめです。今回は鉛筆のタッチを生かした描き方で書き込んでいますが、他にも擦筆のぼかしを生かした描き方もあって、そちらもまた違った雰囲気を出すことができます。擦筆を活用したイラストの描き方はまた次回の動画で紹介する予定です。その他にもイラストに活かせるいろんな絵画技法をご紹介する予定ですので、ぜひご期待ください。今回は鉛筆を使ってイラストを完成させるまでのプロセスをご紹介しました。もしこの動画を見てわからないことがありましたらコメントをしていただけると助かります。この動画が面白かったなと良かったなと思ってくれた方はチャンネル登録並びに高評価をしていただけると嬉しいです。これからも皆さんのお役に立てる動画を上げていきますのでよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。